今回はダイヤモンド対のクラシック JP の対戦解説だよ。どんなことを考えて JP を使っているか、ちょっとでも参考になれば嬉しいな。ところどころで止めながら解説するから、途切れずに見たい場合は概要欄からの対戦動画を見てね。まだまだぬるいところも多くてごめんなさいなんだけど、一応マスターには上がれている、と言い訳しておくね。じゃあ始めていくね。マリーザ戦での開幕は飛び道具は難しいね。飛ばれてそのまま画面端でやられちゃうのも怖いし、ファランクスで飛び道具をかわしながら強襲される可能性もあるよ。でも、マリーザはゲージがない時に JP に詰められると本当にきついんだよね。だから今回は開幕にドライブラッシュでの強襲を選んだよ。マリーザに限らず、B ハトの設置を優先したい JP の強襲は意表をつく形になるよ。ただ、裏の裏、といった感じの選択肢だから、何度も使っていてではないとは思うよ。相手は JP の飛び道具を最優先で警戒しないといけないから、低くない割合で通る選択肢ではあるけど、あくまで意外性の選択肢だと思うから過信はしないでね。2中キックがガードされたため、コパンで攻めを継続、その後に強欲に5中キック、ドライブラッシュで攻めを継続したよ。マリーザとの殴り合いの形になったね。ただ私が殴り合いたいだけの状況だから真似しないでね。ただの私の感想なんだけど、JP の5中キックは可能性の塊だと思ってるよ。上段だから崩しには使えないけど、そこそこリーチが長いし、JP の手持ちの技の中では全体モーションがコンパクトなのがいいね。今回はドライブラッシュからの攻め継続を選んだけど、そもそもトルバランによる中段、下段卓があるから強気の攻めも通しやすいと思うよ。駒投げのアブニマーチもあるから、相手はドライブインパクトを押しがたいとも思うな。2中パンチより長いから、攻めで使う場合は5中キックがおすすめだよ。ドライブラッシュから5弱パンチで投げと下段の2択を迫ったのだけども、相手はしっかりガードしていたね。なんとか相手を抑え込もうとして5中パンチなどを使うけど、相手のドライブインパクトでラインを返されちゃった。なんとかラインを維持しようとまた5中パンチを使うけど、マリーザと殴り合いの形になったよ。トリグラフ使えよって話だよね。ごめんなさい。体が闘争を求めていたんだ。みんなはちゃんとトリグラフやオーバードライブトルバランを選んでね。トリグラフだろうが、5中パンチだろうが飛ばれると危ないから、だったら殴り合いに一方的に勝てる飛び道具を使った方がリターンあるよ。あげく、私は我慢できずに飛んでしまい、グラディウスで対空され、お見合いを挟んだ後にぶん殴られて形勢を逆転されたよ。たかだか10秒とちょっとの間に、JP での良くない行動がてんこ盛りだったね。JP 悪い例として、覚えていってね。ナイルを返されてしまったけど、バーンアウトには成功。JP が一番楽しい時間のはずなんだけど、温まった私はなぜか JP で殴り合いを選択してるよ。何のために JP を使ってるのかわからない光景だね。本当に真似しちゃダメだよ。いや、言われなくてもしないよね。ごめんなさい、ごめんなさい。そういう意味もあるんです。そりゃマリーザに殴り合い選んだら、そうなるでしょうよ。こういう日もあるんです。そうだね。リリンもそう。思うよ。気を取り直して2度目の開幕ラッシュはちゃんと怒られたよ。開幕ドライブラッシュは用法用量を守って使おうね。ドライブインパクト一定読みのオーバードライブアムネジア。相手のドライブゲージが少ないから迷わず FA さんを使うよ。ドライブインパクトいっぱい使われたからゲージモリモリだったね。相手のノリノリの攻撃を高ダメージで切り返せるからやっぱりオーバードライブアムネジアはすごいね。今回のバーンアウトは設置を使ってちゃんと JP らしく追い詰めるよ。トリグラフの後に動くのか、B ハトの設置を見て動くのか、相手のボールパターンを見極めてさっきトリグラフの後にジャンプされたから、今度はオーバードライブトリグラフで逃さないようにしたよ。この状況はちょっと気まずいね。相手のドライブゲージが回復する間近で、接触を許してしまったよ。体力差はあるけど、相手はマリーザだからフルコーをもらって逆転の未来もあり得るよ。ローリスクで勝つために、オーバードライブ B ハトを使ってゆっくりと追い詰めるのが丸いかな。鉄棒的な状況なのは相手なわけだし、こっちが大きなリスクを背負わずに追い詰めるのが理想だね。間違っても自分から飛ぶなんてリスクの大きいことは怖い、アム、アイ、
ジャンピング。って、私、そんな温まってたの？この状況で、率先して前ジャンプ？って、これどうなるの？自分で自分を信じられないんだけど。カプニマーチって飛ばれたら死ぬよ。相手 CA 状態だよ。ダメな選択肢とかではなくて、必要のない選択肢だよね。これ、本当に私の JP。なんか、ごめんなさい。じゃあ、最終ラウンドも頑張るね。3度目のドライブラッシュ投げは外されたよ。わかった。この日の私はそういう日だった。それで行こう。相手のドライブインパクトを返してのフルコン。いい後設置の攻防が始まるよ。ドライブインパクトを返した後からの B ハトの攻防について、ちょっとだけ触れるね。トリグラフで締めた後に B ハトの設置。ここまではテンプレだね。今回は B ハトの即時発動を選んだよ。これは相手のジャンプや前ステップを止めたいからだね。相手はパリーを選択。私は強欲に B ハトを再設置したよ。なぜ強欲かというと、パリーの後はドライブラッシュの選択肢があるから、相手がラッシュで走ってきていたら危なかった場面だよ。ただ、こちらもドライブラッシュを読んでオーバードライブトリグラフの選択肢もある。だから相手はパリーの継続を選んだんだね。マリーザのドライブラッシュは速度が遅いから、E ハトやトリグラフを避けるのは難しいんだよね。結果、E ハトの再設置に成功したよ。E ハト設置の最中に相手のパリー継続が見えていたから、私は前に歩いてラインを上げたよ。少しラインを上げた後にトルバランとトリグラフで牽制。その後にもう一度トリグラフを打つも、相手にはしっかりジャンプされたよ。これは私がぬるすぎたね。トリグラフガード後は動くポイントなのだから、着火中の B ハト設置でラインを維持するべきだったよ。今回は読み負けたけど、JP は B ハトの設置で相手がどう動くか変えたり、相手のパリーの精度によって攻防を使い分ける必要があるよ。キャラ対策だけでなく、人読みも大事になってくるから、様々なパターンに対処できるように、日頃から相手の行動をよく見るのをおすすめするよ。大雑把に分けると、B ハトに対してパリーする人、しない人、トリグラフの後にジャンプする人、パリーする人、みたいな感じで分けておくと整理しやすいかな。パターンがありすぎるから混乱するかもしれないけど、JP 使いの個性が出やすい場面でもあるよ。自分なりの追い詰め方も研究していってね。強欲に虚空へ放つドライブインパクト、ライを押し戻せたからよし。リーチの長い下段である2中キック、ヒット確認も忘れずに。オーバードライブアムネジア成立後のドライブインパクトはまだ反応しきれないんだよね。私が逆の立場ならやらないから余計に頭に入ってないんだ。フルコンボをもらったけど、ゲージリソース的にはこちらが有利だからまだまだ慌てる場面ではないね。重なるの忘れてたよ。一気に慌てる時間になったね。起死回生のオーバードライブアムネジア、ドライブインパクトが怖いから FA さんをし、飛びからの下段が通ったので FA さんまで。相手もバーアウトなので、あとは JP らしさを出すだけだね。削りまくる時間だね。JP で一番楽しいいい後再設置にジャンプが見えたからワープだよ。ワープは動作途中から最後は相手のファランクスミスを空中投げで捉えて勝利だよ。始終泥仕合だったね。なんでこの動画選んだんだろう。ポジティブに考えると、マリーザと泥仕合になっても勝てる見込みのある JP のキャラパワーよ。かな。気を取り直して次はバトルハブでの JP 同キャラだよ。JP は何が面白いって、JP は JP の技が苦しいんだよね。だから、オーバードライブ技や飛びが程よく噛み合って、ターンを取れた方が勝つ、といった感じかな。遠距離戦の攻防を少し振り返るね。開幕、相手の JP はバックステップ。JP は距離を取ることにメリットがあるから安定の選択肢だね。対してこちらは強気のトルバランで牽制。でも、相手はちゃんとパリーで受けてるね。偉い。JP は相手がパリーをどれぐらいの頻度で使ってくるかを見極めるのも大事だよ。トルバランのフェイントを混ぜるべきかどうかの判断材料にもなるからね。相手のバックステップに対して飛び道具をかぶせた形になるので、一応は私の読みがちの形かな。私は追撃のトルバランを加速させて、
トリグラフでも追い打ちをかけたよ。相手はジャストパリーミスで被弾。ラッキーダメージの形だね。今日 B ハトを設置。相手は垂直ジャンプを選択。これは私の B ハトワープ派生を警戒したジャンプだね。このジャンプを読んでたわけではないけど、牽制のトルバランがヒットしたために私はライを上げたよ。でも、オーバードライブトルバランで切り返されて私はダウン。攻守の状況が逆転したね。E ハトを設置されてトルバランでの追撃。1回目のトルバランをガードした時点で動けるといえば動けるのだけども、E ハトの追加派生やトリグラフが怖いから私はガードを選択。無理に動く場面でもないね。E ハトを再設置されたので、今度は前に歩いてライを上げたよ。前に歩いた理由は、ライを上げないとこの攻めが終わらないのと、JP だったらワープされても空中投げで対処できるからだよ。でも、相手は B ハトの追加派生を選択。私はその場でガードを選択した後にジャンプしたよ。このジャンプは良くなかったね。ジャンプ逃げできる時もあるんだけど、私はしゃがみガードだったし、反応もちょっと遅れてるね。被弾してしまったので相手のターンは継続。オーバードライブ B ハトを使って手早く設置をして、即時ワープでライを上げてきたね。読み勝ちが続いているとはいえ、端に近いと危ないのは間違いないから、ゲージを使ってもライを上げる行動は合ってると思うな。ワープ後のドライブラッシュに中キックからコンボに行かれて今度は私が画面端付近だね。JP の遠距離戦の攻防は展開が早くなるから、確認も対処も大変だけども、やり込みを見せるポイントでもあるね。どの行動をどの技で潰すか、というのを煮詰めていくのも攻略だよ。焦らず作っていこうね。脱出に成功。前ステップで圧をかけつつ前ジャンプでめくり。JP はめくり攻撃への対処が難しいから、めくれる位置でジャンプするのは大事だよ。2強パンチからの B ハト設置。フレーム的にはこっちが不利だから、ドライブラッシュの強襲は入り選択肢だね。途中キックからのドライブラッシュの入れ込み。普段ではないけど、やっぱりラッシュ仕込みは強いね。前ジャンプ読みでストリ防具を置いてたけど、ラッシュで強襲されたよ。いざやられると困るね。その距離のトルバランへの反応は難しガツガツ前に歩いたら6台キックで追い返されたよ。前に歩いた時のプレッシャーのかけ方も勉強しないといけないね。E ハトワープからのスカシナで、さっき最速の攻撃派生を見せたからパリーしてくれたと信じたいね。通常投げからの B ハト設置はドライブラッシュの速いキャラからは反撃をもらってしまうから注意してね。特に BJ とルークは確定で反撃をもらうから別の選択肢を取ってね。前に歩きすぎたね。JP は対空の位置取りが本当に大事。最後は投げをもらって負け。オーバードライブはムネジアで取れば勝ってたから、投げを許して良い場面ではなかったね。反省。ウェーニューに前に歩いてプレッシャーをかけるよ。その前歩きは強いか弱いかは置いておいて、相手は相当いやらしいね。私は読み合いが長引くのが嫌だからライを上げがちになるけど、一応相手の選択肢を絞りたいという意味で歩くことが多いよ。ラッキー5大パーンにラッシュを入れ込んでコンボだよ。相手の FE さんはもうないから、ガンガン攻めたいね。原人狩り。JP 使いは投げを読んだらアムネジアをするはずだから、この防御行動の時点でこの人は JP がメインではないのがわかるね。最後はフルコンを入れてフィニッシュ。JP はお互いの行動をお互いが嫌がるから、なかなか味がある同キャラ戦だね。最後は天敵であるキャミー戦だよ。JP に限らず弾がメインのキャラは面倒だと思う相手だね。その角度のストライクはきついね。こいつ、私の補正切りトルバランジャンプを迷いなく飛び上がって。アムネジアを恐れないまで重ねは評価したいね。でも JP への重ねに迷いがないならオーバードライブアムネジアを迷わないよ。いい跡が見えてるのにコパン。やるじゃない。いろいろ入れ込んできて迷いがないね。こういう相手にはリターンで勝ちに行くしかないね。
このフォースダウンはなんで拾うのが正解だったのかな。トルバラーム相打ち即ジャンプ、すごい入れ込んでくるじゃん。このドライブインパクトは反応できなかった私が悪いね。連携が入れ込みなら私もアムネジアを入れ込むよ。普段からのドライブインパクト、それあんまり強くないと思うんだけどな。SE2 でダメージアップと補正切りを狙うよ。いい鳩を絡めたスカシ下段は人類には見えないよね。入れ込み連携にアムネジアのパナシが噛み合ったね。アムネジアは当て身技である以上は相手の手癖を読む必要がある。いろいろなキャラの連携を頭に入れるのが大事だよ。暴れに迷いがないの。まあ格闘ゲームはそうでなくちゃね。キャミーの SE さんは遠くからでも JP の飛び道具を咎められるから厄介だけど、補正がきついコパンからの SE さんを使ってくれたのはラッキーだね。相手のキャノンストライクミス、ラッキー。ピンナックルが怖いから飛び道具を打ちがたいけど SE さんが打てる状況にさえなれば気まずいね。この局面、相手の心理としては投げ重ねとドライブインパクト重ねはないと思うんだよね。オーバードライブアムネジアで投げやインパクトを取られると逆転される可能性があるから、好きの大きな行動は取りがたいはず。でも、キャミーもせっかくのターンを逃す手はないはずだから、オーバードライブアムネジアをケアできつつ攻めを継続できる中攻撃が丸いかな。仮に私が SE1 をパナしたとしても、状況有利は変わらないはず。私は SE さんの逆転手段を手放してしまうわけだしね。でも私もやけになる状況ではないね。オーバードライブアムネジアのおかげで、相手は投げやドライブインパクトといった強い選択肢を取れない。相手のキャミーは結構決まった連携を入れ込んできているから、連携の間にアムネジアで切り返してワンチャンスかな。私はガードしてからの弾力がお前、投げだけはないだろ。唯一の逆転の可能性だぞ。あれか。某プロゲーマーケンが某プロゲーマー JP に投げ練してるから。それが正当な選択肢とでも思ってるのかな？あのレベルだからドラマが起こる投げ練だっただけだよ。こんなの試合でやっても。ただ読み合いの攻防を妥協してるだけなんだよ。ちゃんと考えてゲームしてるの？わかったよ。そっちがその気なら。リリーの本気を見せてあげるよ。黒い風がまた鳴き始めた。よかろう、かかってこい。やられる覚悟ができたのならね。JP の力は兄弟だよ。奴の前ではすべてのものに黒き死の風が吹きすさぶ。弱き者は虫けらのように死ぬ。ただそれだけだよ。ゲートに飲み込まれて古代に行ってしまったリリンの代わりに、最後の攻防を振り返ってみますね。振り返るほどでもないんですけどね。画面端を背負っている JP への投げは、オーバードライブアムネジアの存在があるため、相手は大胆な攻めを展開しがたいのですが、相手は特に気にした様子もなく、投げを連打してきましたね。バトルハブでの連戦でしたから、オーバードライブアムネジアの手癖を読まれていたのでしょうかね。とはいえ、最後は警戒してきましたね。そこまで割り切ったのなら少しもったいない選択肢な気もします。キャミーの様子見に対して JP はリバサジャンプを選択しました。オーバードライブアムネジアを意識させた逆択の選択肢になります。キャミーは様子見でしたので、本来であれば対処されるジャンプでしたが、相手の対空ミスのおかげで命を拾い、
JP が追い詰める形になりました。そして、JP はアローことかドライブインパクトを選択しました。SAH に負けるのはもちろんですが、残りの体力的にオーバードライブキャノンスパイクやリバサコパンでも負けていた状況です。ガード以外の選択肢に負けるドライブインパクトですが、奇跡が起こり、通りました。本当に、なんでかわからないのですが、通りました。そして、トリグラフで締めるのではなく、5台パン、E ハトの設置連携を選択、SA3 も打てる状況であるため、イーサルになります。JP はオーバードライブキャノンスパイクや SAH のパナシを警戒して前ジャンプを選択。対して、キャミーは遅らせ後ろジャンプを選択。おそらくファジージャンプでしょう。キャミーが上を取る形になりましたが、J 弱 K から5弱パンチを入れ込んでしまったため、設置してあった B ハトに被弾。JP に B ハトからの追撃をされ、そのままフィニッシュとなります。読まれていたリバサジャンプが許された奇跡と、なぜかドライブインパクトが通った奇跡の結果、奇跡的に逆転したというすごい試合になりましたね。相手のミスに依存した勝利ではありますが、絶望的な状況からの逆転勝ちになります。手放しで褒められた勝ち方ではないですが、勝ちは勝ちということにしておきましょう。では、私はラボスへの復讐を果たしに行ったりリンの援護に行ってまいります。最後までご視聴、ありがとうございました。それほどでもないゲーマーチャンネルは黒い風が鳴いてるよ。